皆さん、こんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回は、たくさんの視聴者さんからやってほしいってね、ずーっと言われていた紙の描き方をやっていきたいと思います。紙の描き方で伝えたいことっていっぱいあるんですが、まずはね、基本編として基本の木をこの動画でしっかり説明しようと思います。基本編なら見なくていいかなと思っているそこのあなた、甘すぎる。今回説明する内容って紙を描く上でとっても重要なことばっかりなんです。そしてできてない初心者さんめちゃくちゃ多いです。なので騙されたと思ってぜひね見ていってください。すでにできている方でも今回の動画では補足説明とかを細かく話していくので知識を深めるつもりで見てもらえると絵がねさらに良くなるんじゃないかなと思います。それでは早速始めていきましょう。はい。でね、今回説明する紙の描き方なんですが、初心者さんでも簡単に上手な紙が描ける描き方になります。で、まずはじめにやるのが、頭を描くです。初心者さんだと、輪郭を描いた後に、いきなり髪の毛をギザ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 と描いていってしまう方が多いんですが、そうではなく、しっかりと頭部まで描いた上で髪の毛を描いていきましょう。なぜこうするのかというと、この直接髪の毛を輪郭に描いていっちゃった場合、本当は頭がこうやってあるのに、頭の内側に頭頂部が来ちゃうような絵になっちゃうからです。他にもこの後頭部の部分ですね。後頭部の部分が意識できてないような絵になっちゃったりもします。なので、ハゲ頭をね、しっかり描いてから髪の毛を描くようにしてください。えいやーっとね、顔を描いて整えまして、次にやる手順は、髪を単純なパーツに分けて描くです。初心者さんで、よくここからね、もういきなり髪の毛をえいやえいやと描き始める方いるんですが、そうではなくて、一旦シンプルなパーツで描いていきます。何言ってるかわけわかんないと思うので、実際にやっていきます。額の位置をしっかりね、意識して、まずは前髪がこう。そして次に、もみあげがこう。そして次に後ろ髪を描いていくんですが、後ろ髪はこういう紙っぺらじゃなくて、ちゃんとね、この立体があるんで、こういう感じのトンネルのようなものを意識して描いていきましょう。トンネルを意識して、しっかり後ろも回って、こんな感じですね。で、どうしてこんなことをするかというと、それは立体が意識できるからなんです。こうすることによって、この髪の毛の奥まった内側であったり、外側であったりっていうのを意識できるし、それだけじゃなく、ここは前面にあって、ここは側面にあるっていうようなことも意識することができます。またそれだけじゃなく、例えば、こんな感じで結構下を向いてるイラストを描くときに、いきなり髪を描き始めちゃって、その結果、めっちゃ下向いてるイラストなのに頭頂部が全然見えてないじゃんっていうね、変なイラストになっちゃうのを予防することができます。前髪があって、もみあげがあって、後ろの髪があるってなるんで、ちゃんと頭頂部が描けるわけなんですね。なので、この作業はとっても大切です。で、この作業をやるときに一つ大切なポイントがありまして、それは、この頭のラインより一回り大きいところに髪の毛を描くことです。頭のラインぴったりに髪の毛を描くと、なんかペラペラですっごくダサくなっちゃうので、しっかり一回り大きい場所に描いて、ボリュームを出していきましょう。で、皆さん、ここでこう思ってるんじゃないですか？自分が描きたいのは、こんなつるてかおかっぱちゃんじゃないということで、次の作業は、この髪の毛をギザギザさせていきます。
で、ギザギザさせていくときなんですが、いきなりギザ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 ってやるともうめちゃくちゃダサくなっちゃいます。じゃあどうしたらいいかというと、コツは大、中、小と髪の毛の束を順番に分けていきましょう。実際にやっていきます。まずは大きな束から前髪をこんな感じで大きく分けていきます。後ろの髪も少し束を分けていきます。そしたら次はもう少し小さく分けていきます。例えばこのあたりとか、このあたりとか、このあたりなんかも小さく分けていきます。ちょっとこのままだと真面目ちゃんな感じがして、それはそれで可愛いんですが、ちょっとね、遊びも加えていきましょう。こんな感じで内側に跳ねる毛を加えてみたり、少し外側に跳ねる毛も加えていきます。そしたらこれを元に細かいギザギザを加えた最終的な髪の毛を描いていきます。で、その時にこの状態の髪の毛をギザギザギザとね、分けちゃうと、お弁当に入ってるやつかーいっていうね、感じになっちゃうんで、こういう風にはしないようにしましょう。で、そうしないためのポイントが2つあります。1つ目は、いろんな大きさのギザギザを混ぜて描くです。細かいの、大きいの、細かいのとか、細かいの、大きいのとか、細かいのがあって思いっきり大きいのとか、こんな感じでいろんな大きさのギザギザを混ぜて描くようにしてください。で、もう一つのポイントは流れを描くです。今回のイラストだと内側に髪の毛が入っていくような流れがあるので、その場合内側はほぼまっすぐ、ちょっと先っちょはふにゃっと内側に入るような毛を描いて、外側は思いっきり内側に入る。内側は弱いカーブ、外側は強いカーブ。これを意識して描くとすごくね、髪がいい感じになると思います。それでは実際にやっていきましょう。ギザ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 と細かいギザギザと大きなギザギザを混ぜて描いていきます。もみあげも軽くね、ギザギザと分けていきます。後ろの髪も同じような要領でギザ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 と分けていきます。はい、そしたらね、最初に描いた頭のラインを消しまして、見やすいように軽く影をつけたら、はい、完成です。ということで基本編やってきましたけど、どうだったでしょうか？この動画が役に立ったっていう方は制作の励みになるので、ぜひね、高評価押してってくれると嬉しいです。で、髪の描き方の応用編も作るつもりなので、もしね、髪のことでこういうところがもっと詳しく知りたいとか、ここがよくわからないといったことがあれば、どんどんね、コメント欄に書いてってくれると嬉しいです。私に説明できそうなことがあれば、応用編に盛り込んだり、もしかしたら別の動画で説明するかもしれません。で、このチャンネルはこんな感じでお絵描き講座動画をいろいろアップしています。例えば影の描き方や初心者やりがちポイントをまとめた動画なんかもありますので、チャンネル登録してぜひね、いろいろチェックしてみてください。髪の描き方基本編でした。なんと僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。またこのチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では